どうも皆さん、新年明けましておめでとうございます。田舎もんです。ということでね、今年も引いてきましたよ、おみくじ。今年は末吉か。で、建築。なんて読むんや、これ。流行るな。神様なんでここだけピンポイントでなんか難しいこと言うのってね、そんなことを新年ね、餅を焼きながら思っていましたが、調べてみるとこの漢字、3つね、読みと意味がありまして、まず1つ目は流行るですね。これはね、心が焦ったり気持ちが大きくなって無謀なことをやるとか、そういうのを避けるようにっていう意味合いですね。で、2つ目が反る。思いがけない方へそれていくっていう意味ですけど、それを言ったらね、このチャンネル年中それまくりなんで、お告げに従うなら活動停止になりますけどね。目の前のことはちゃんとやれよっていうね、忠告だと受け止めておきます。いただきます。そして3つ目がはぐる。はぐれると同じ意味らしく、誰かとはぐれる。建築で当てはめるんなら何かをしそびれる、タイミングを逃す。そんな意味合いなんで、3つ合わせると、今年も焦らずのんびりと、目の前のことを淡々と、そんな感じでね、今年も進めていこうと思います。で、今回からお話しするこの薪ストーブを置いている物置ですね、作業自体、年末からね、始めたんですけど、便宜上、今年2023年の作業ということでお伝えしていきます。でもちょっと痩せ我慢しとったけど、これでは寒いんですよね。去年ね、友達が描いてくれた絵、適当にね、カーテンを作ったけど、これではね、結構寒いわけですよ。ちょっとここに壁をね、作りたいなって思ってるんですよね。で、この奥がこんな感じのね、物置ねんけど、なのでここ一旦区切ってしっかりとね、で向こうはあったかくポカポカにして、でここは作業部屋っていう感じにしたいなと。ということでね、早速間仕切りを撤去します。当時のね、作業動画のリンクも説明欄に貼っておきますが、あれからいろいろ手を加えていて、コメントで多数声のあったこの磁石ですね、これを縫い付けて開閉が楽になるとかね、そんなこともしましたが、残念ながらひとまずここでお別れです。ちょっとまたどっかで使いたいんでね、これはね。ちょっとしばらく、どっかで休憩しといてください。で、あとは、この電気の線やね。グレーの方が生きてる方で、この白い外紙の方はもう何も通ってないと。ということで、この上に通ってる線に関しては外していきます。よいしょ。これは迷いなく捨てれますね。で、間仕切りを外してすっきりするとこんな感じなんですけども、上の木がね、結構傷んでるんですよね。結構傷んどるんやけどな。これは、まだ芯は残っとると思うな。で、まだ大丈夫だと思うんでね、見栄えは悪いんですけど、このままここは行きます。とりあえず、ちょっと適当に集めてきたんで、これをね、上の部分に壁を貼れるように、サイズ測って、切っていくって感じですね。で、イメージ的にはね、こういう風に下地のね、木材を置きたいんですけども、2.34 ぐらいか。既存の木材同士で段差があったりするんで、この辺のね、調整もしながら進めていきます。と、ここでね、作業しながら何回も上り下りして、脚立もその都度位置を変えて、しんどと思っていたところに、めっちゃいいものがあるのを思い出しました。このステップ8、形が変わるはしごですね。そして、なぜか全く同じものが2つある。ここで使わず、いつ使うっていう感じでね。
足場を置いたらこんな感じ。そして真横に全く同じもの。まあ2つのステップ8をね同時に使う日が来るのかまあある意味それが楽しみなんですけど、まあそんなことですね。これで作業がだいぶ楽だったんで続き進めていきます。もろもろぐちゃぐちゃやな。まあ、とりあえずこれで下地ってことでいいんでしょうか。よくわからないですけど、この全体的に斜めっている空間にね、上手に板を張れる気全くしないんですけど、まあ、何はともあれこれサイズを測らんと進まないんでね、まあ今日以上にステップ8活躍する日あるんかなとかね、まあそんなことを思いつつね、全体的に書き写したのがいつものぐちゃぐちゃノート。まあできる気しないです今日ね。まあやるしかないっすよ。また微調整しながら。まあそんなこんなでね、この物置の作業場所にしたい場所ですね。ここもぼちぼち整理して、で、壁に使う平板。これはね、以前知り合いにもらった平板なんですけど、これを先ほど書いたメモに従って加工していきます。まあ、大丈夫かなとビビりながらですね、いざ合わせてみると、なんか自分のイメージと違う形でフィットするんですけどねまあ一体自分は何を参考にこの形を切り出したのか全く意味不明なんですけど、かといって全くの無茶苦茶でもないという。やっぱりね、斜めでしかも横っていうのはなかなか難しいですけどね。まあ、とりあえずやり直すのも大変なんで、残りのサイズを測って、まあ続行していきます。で、右半分を仮でね、止めたらこんな感じですね。遠目に見たらあんまわからんけど、この辺とか。いつも通りの出来栄え、プラス斜めの難易度でこの出来ですね。まあ、向こうが完全に見えちゃってますからね。まあ何が悪いのかと考えるけどもよくわからないと。まあじゃあね、細かくやったら誤差も減るだろうと、左側は小さく区切って貼ったんで、まあ右側よりはね、マシに切り張りできたかなと思います。ちょっとここだけもうちょっとうにゃうにゃっとしておきますわ。で、仮止めでね、サイズは一応 OK なので、じいちゃんの残した電気カンナ、この間出てきたんで、仮止めした木材を磨くためにもう一回ね、外します。で、磨いたね、木材見てみると、ほんと毎回驚きがありますよね。まあ、これなんかね、表面は段差がないのに、まるで波打っているようでね、面白くもあり、なんか綺麗でもあるっていう感じでね。まあ、言ってもね、素人の作業なので、細かい段差が残ることもあるんですけどね。まあ自分の家で使う分には全然満足できますよ。で、あとはね、磨いた木材を元の順番に貼り直すだけなんですが、まあ、2枚目がね、どれかわからなくなったんですよね。まあ、そんなアホなって言うかもしれないですけど、普通は合わせてみたらね、あ、これやなって自信持って言えるものがあるはずですよね。ただ自分の場合、どれを配置してもそれなりに隙間があるんで、なのでどれにもね、可能性を感じてしまうっていうのねあれマジでどれやったかなっていうね、ちょっとほんと一瞬テンパりながらねほんと今度からね、板の裏に番号書いとかないかんすわ。上部分を貼り終えるとこんな感じですね。遠目に見ればまだ見れなくもないと。あとやったことといえば中心部の穴。めんどくさいからもういいかとも思ったんですけど、テイク2にてなんとか埋まりです。そしてこの巨大な隙間ですね。
ここはね、いつものチェーンソーの切りくずパテで埋めてみました。こんな感じで作って、初めはね、隙間を埋めてました。ただね、なんか気がついたら、この虫食いの後ですね、これをごまかすことに完全に気がそれてましたね。で、一通りね、厚みが合う程度に押し込んで、翌日乾いてからサンダーで磨いてみました。ちょっとでも綺麗になったらいいなぐらいでね、あんまり期待はせずにやりだしたことではあったんですけども、なんか微妙やな。でも表面は結構サラッとしたから、色でも塗ったるといいかもわからんですね。ちょっとこれは、ゆくゆく考えよう。ということで次回はですね、シグマンさんに以前提供してもらったレーザーレベルの力を借りて柱を入れるのにチャレンジします。正直ね、自分の技術では結構無謀な作業でして、今思えばおみくじの言うような流行った作業でしたね。ここから結構なね、やらかしが続きますんで、チャンネル登録の解除は今のうちによろしくお願いします。それではまた。